こんにちは、なのはです。今回の動画では我が家の食材買い出しルーティンをご紹介したいと思います。買い物の手間や節約の観点から基本的に週に1回1週間分の食材をまとめて買っています。イギリスのスーパー店内の様子もお届けしていきますので、よかったら最後まで見ていってください。買い物を週1回にするために買い物前に1週間分の献立を決めて買い物リストを作成しています。冷蔵庫の中身はほとんど空なのですが、一応中身をチェックして残っているものを消費できるように献立を決めていきます。肉類は冷凍保存しがちなので冷凍庫が圧迫されつつあります。献立を決めるときはデリッシュキッチンという料理レシピのアプリを使ったり YouTube を見て決めることが多いです。献立は6日分の夕食と夫の在宅勤務日の昼食だけ考えます。朝食はパターンが決まってきているのでいつも同じものを買っています。週の終わりに近づくと半端な食品が出てくるので、それらを組み合わせて作れるものを考えたり外食したりもするので6日分で十分です。もしものために冷凍ピザはストックしています。日本の調味料は高いので和食よりも洋食の割合を多めにしています。洋食のレパートリーが少なく献立を決めるのに時間がかかってしまいます。でも1週間分まとめて献立を決めておくと毎日悩むことがないのですごく楽です。もちろん週の途中で献立を変えることもあります。献立は買い物に行く前日までに終わらせるよう心がけていますが、なかなか決めきれずに買い物の直前に焦って決めてしまうこともあります。献立が決まったら買い物リストを作ります。なくなりそうな日用品も一緒に書いておきます。買うものが一通り書き出せたら、買い物中の手戻りを防ぐために野菜類を緑のマーカーでチェックしておきます。肉類もいくつか買うときは赤のマーカーでチェックすることもあります。買い物の時の荷物は至ってシンプルに買い物袋と財布、買い物リスト、チェック用のペンです。スーパーに着いたらまずはショッピングカートを引いて店内に入っていきます。ショッピングカートは日本に比べてかなり大きく、未だにスーパーでの移動に苦戦しています。スーパー入ってすぐのところに野菜コーナーがあり、まずは野菜からカートに入れていきます。普段は日曜日の午前中に買い物に行くことが多いのですが、この日は夫の在宅勤務に合わせて平日の午前中に車を借りて一人で来ました。最近は買い物リストをそれぞれ担当分けして、スーパーに着いて用意ドンでそれぞれ担当のものをスーパー中からかき集めるって感じでやることもあります。時短になるので良いのですが、商品がダブってしまったり買い物リストに漏れがあっても気づきにくいというデメリットもあります。スーパーには日本にはない面白い商品もたくさんあって、一緒に回ってワーキャー言うのも楽しいのでバランスは大事かなと思います。フルーツジュースと牛乳のコーナーに来ました。日本ではありえないと思うのですが、牛乳は常温で管理されています。こちらは生ハムやサラミ、おつまみチーズなどが売っているコーナーです。目に留まったのでサラダのトッピング用に生ハムを買いました。さらに進んでいくとハム売り場になります。種類豊富なのでどれを買ったらいいか迷ってしまいます。結局いつも同じものを買っている気がします。お魚売り場に行きました。鮭、タラ、スモークされたサバ、シーフードミックスなどが置いてあります。オーブン調理だけで作れるフィッシュ&チップスもこのコーナーに置いてあります。
鮭は種類がいろいろあって何が違うのかよくわからず、以前も買ったことのあるものにしました。こちらには以前の動画で紹介したパンケーキミックスが置いてあります。クッキーミックスというものもあるみたいです。こちらもパンケーキミックスですが、パッケージを見る感じだと水を入れて振ったらパンケーキの種ができそうですね。緑色の蓋の方はビーガン用みたいです。続いてパンコーナーに入っていきます。パンは本当に種類豊富で、店内で焼いているパンも買うことができます。そしてこちらの左側の棚はすべて食パンです。我が家は賞味期限が1週間持つものを探して買っています。パスタもいろいろな種類があります。マカロニとスパゲティ、ペンネ、ラザニアくらいしか知らなくて、他のパスタはどんな料理に使うのかなと興味はあります。続いてアジア系の調味料や食品が置いてあるコーナーに来ました。いつも買っている豆腐とは違うものを見つけました。いつものよりも少しだけ安いのでラッキーです。こちらは中国の醤油みたいです。キッコーマンの醤油も置いてあります。みりんと白味噌は初めて見つけました。中華系スーパーで買うよりも安い気がするので今度買ってみようと思います。そばやうどんも買えます。買い物を終えて車に戻ってきました。イギリスのスーパーには有人レジと無人レジがあって、たまに有人レジのみのスーパーもあります。スキャンしながら好きに袋詰めできるので、私は無人レジの方が好きです。帰宅したら食品を冷蔵庫などにしまって終了です。ちなみに今日はテスコというスーパーで買い物をしていました。イギリスのメジャーなスーパーは他にウェイトローズ、M&S、セインズベリーズ、リドル、アルディなどがあります。テスコでの買い物後に M&S にも寄ってきました。M&S はテスコからすぐ近くにあるので、テスコの商品でいまいちなものやテスコで買い忘れたものを買うのに利用しています。週の途中でどうしても食材を買い足したい場合には、自宅から徒歩圏内にあるセインズベリーズまで歩いて行って買い物をしています。最近は夫の在宅勤務も増えているので、その日に合わせて車を使うこともあります。この動画は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございます。今後もイギリスでの生活や旅行の様子などをお届けしていきたいと思っています。よければ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。なのはでした。